ございます。ケンです。今日はテスラの FST とロボタクシーを見ていきます。今回は強気な見方と現場の課題が同時に出ているのが重要なポイントです。アナリストは FST を事実上レベル4に近いと評価しています。一方でロボタクシー運用では長い待ち時間や走行中の停止も出ています。技術はかなり前進している。でもサービスとして見るとまだ課題もあります。結論から言うと、これはテスラにとって悪い話だけではないと思います。まず強気材料から見ていきます。アナリストの評価はかなり大きな材料です。FST を事実上レベル4に近いと評価していることが注目されています。レベル4とは特定の条件下で人間が介入しなくても走れる段階です。どこでも完全自動という意味ではない。でも限定エリアで安定して走れれば大きい。FST が運転支援から移動サービスへ本当に使えるのか試される段階に入りました。本当に呼べて乗れて目的地まで行けるのか、ここまで来たのは大きな前進です。ただ一気に楽観するのは早いと思います。走れることと満足できることは別だからです。今回は長い待ち時間や走行中に停止する場面も報じられています。呼んでもなかなか来ない、乗っても途中で止まる、何が起きているかわからず少し不安になる人もいます。課題は車が自動で走れるのかではなくって、普通の人が安心して使えるのか、ここに移っています。この課題を単純な失敗とは見てはいけません。実運用に近づいたからこそ見える課題なんです。テスト走行しながら成功した場面だけ見せられる。でもサービスとして動かすと話は変わります。配車の待ち時間、車両台数、運用エリア、実際に動かして初めて弱点が見えてきます。やっぱり無理ではなくって、実運用でチェックされる段階に入ったと見ます。問題が出たこと自体よりどれだけ早く改善できるのか、ここが大事です。オーナー目線でも今回の話は重要です。ロボタクシーの課題は FST の改善につながります。駐車場での動きや狭い道での判断、交差点でのタイミングも影響します。歩行者が急に出てきた時の対応だったり、自転車との距離感も使い心地を左右します。ロボタクシーは FST にとって一番厳しいテスト環境なんです。そこで出た問題を解決していけば、一般オーナーの FST にもいい影響が出ます。投資家が見るべき点は3つあります。まず1つ目は待ち時間です。ロボタクシーは呼んですぐ来るから価値があるサービスです。待ち時間が長いならば台数なのか配車システムなのか、それともエリアのどれかが原因になってくるんです。待ち時間が短くなっていけばサービスとして前進と判断できます。2つ目は停止頻度です。止まること自体は悪いとは限りません。むしろ安全側に倒しているとも言えます。ただ頻繁だと乗客体験は厳しくなります。止まるべき時に止まり、進むべき時はスムーズに進む。このバランスがロボタクシー成立にはかなり重要になります。3つ目は改善スピードです。僕はここが一番大事だと思っています。初期に問題が出るのはある程度想定内。最初から完璧を期待する方が楽観的すぎます。1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後に待ち時間や停止が改善しているのか、逆に同じ問題がずっと続くなら市場はかなり厳しく見ると思います。一番避けたいのは極端な見方です。強気も弱気も見たい部分だけ見がちです。強気はもうレベル4すぐ広がる。弱気は待ち時間も停止もやはり無理。でも本当の答えは多分中間です。FST は進む。でも運用にはまだ課題がある。その課題をどれだけ早く潰せるのか、ここがこれからの焦点になってくると思います。ここでイーロンさんらしさも出ているんです。完璧を待たず動かして改善する会社です。もちろん批判も出ます。問題も目立ち、株価も揺れやすくなります。でも動かすからこそデータが集まり、データが集まるからこそ改善ができるんです。今の課題をどれだけ早く改善できるのか、ここに今後の評価がかかっています。今日の結論です。FST とロボタクシーは確実に前進しています。見えてきたのは
技術そのものよりもサービスとしての完成度です。待ち時間は短くなるのか、走行中の停止は減るのか、乗客が安心して使える体験になるのか、そしてその改善がどれだけ早いのか。今回のニュースは悪い話だけではない、実運用で評価される段階に入りました。その分市場の目も厳しくなります。期待ではなく実際の改善が問われます。皆さんはテスラのロボタクシーはもう実用段階に近いと思いますか？それともまだまだ時間がかかると思いますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。もしテスラの購入を検討されているなら僕は中古をおすすめします。テスラの場合はアップデートするので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル 3Y それぞれデザインは変わりましたが基本的な中身は同じです。それを踏まえると一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ40万キロは全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかがかなりお買い得じゃないかなと思います。ということで僕は実際に先日20万キロオーバーのテスラを買いました。来月取りに行きたいと思っています。スライドの車が実際に僕が購入したモデル3となっております。こちら20万キロ以上走っていますので、さあどんな感じなのかっていうのをね、また情報をお伝えできたらと思いますけれども、やはりね、新型のデザインじゃないと嫌っていうのがないんだったら、僕はね、中古いいんじゃないかなって思います。もし中古のテスラに興味のある方は、概要欄の中古テスラ情報の LINE、こちら用意していますので、登録されてみてください。中古テスラ情報を定期的にお届けしていきます。個人だけではなく法人契約も可能です。ぜひね、情報だけでも欲しいって方は登録してください。ということで僕は来月の頭にこれ東京の方にちょっと取りに行きまして、そこから福岡まで車で一気に帰ってみたいと思います。一応こちらロングレンジモデルなんですけれども、調べてもらったところ多分400キロ近くは走るということなので、この辺りもね、20万キロ以上走っているテスラがどれくらい走れるのかっていうのもね、見ていきたいなと思っています。こちらの情報 YouTube でもやろうかなと思いますけれども、基本的には X の方でね、情報をね、上げていきたいなと思っていますので、ぜひ X の方のフォローもよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。